どうも、ベトナム在住のリツです。今日こそね、このリアムハリ終わらせていきたいと思います。前回苦しんだ取り付けね、今回もうこんなの作ってあるんで、これでね、うまくいくと思うんですよ。何かっていうとね、斜めに削って、中をドリルで、ネジ山をね、もう削り取ってあります。こうやってね、ダブルナットにしてサンダーで削って、でバイスプライヤーでね挟んで穴開けたんです。これ使えばね、もう問題なく取り付けできると思います。で今回ね、この穴もボディアースするんで、ちょっと塗装をね剥いでいきます。思わずね、周りまでちょっと塗装剥げちゃったけどいいでしょう。まあまだ剃るけど、これぐらいはもう締め込んじゃおう。ちょっとボルトの長さが足りなかったまあこれでいいでしょう。さあ、はめにくい部品やなこっちね。なんかグラグラしそうですけど、とりあえず OK かな。これナンバープレートもここ穴開けてもう一個固定しないとダメやな。ここぐらいは強引にいっちまうか。ここはね、少々強引でももういいでしょう。念のためのね、ナンバープレートの脱落防止です。これね、配線つなぐんですけど、なるべく色合わせたいんでね、過去にバラしたバイクのね、配線、こっからね良さそうなのを選んで、使っていきたいと思います。こいつは長さあるけど硬いんだよね。こっちならいけるか。これならこっちの方が柔らかい。長さもギリギリか。まあいいや、探していこう。こいつもこれでいけんのかな。良さそうなやつね選んだんで、こいつ掃除して、使っていきます。必要な線ね取れたんでつないでいくんですけど、こいつのかしめ方がねかなり甘いんだよね。しかも線が細いんだ。こいつは LED だからね。
なんか変なやり方してるな。変なというか中途半端なんだよね。一応はね折り曲げてかしめてありますね。ウインカーの方はね端子ついてません。これそのまんま使おうと思ったけどちょっとかしめて傷んでるんでね、切ってやり直します。でなんせこのね LED のやつの線が細いんですよ。細いからね普通の被覆剥がしが使えないです。そんでねここの線も細いんでね、ちょっとかしめる前にこれ収縮チューブかぶせてね、ちょっと線太くしてみようと思うんですよ。あんまり変なことはしない方がいいのかな。かぶせて多分この上からかしめた方がねしっかりつく気がします。簡単に抜けるかもしれないけど、こんな感じでねいいんじゃないかな。でこいつは細いからもう全部折り曲げちゃいます。かしめるんですけど、これね普通こういうカバーつけるんですけど、映ってるのかな。さっきから何度も言ってるようにね線が細いんで、ここね上からも収縮チューブにしちゃおうと思ってます。そうしないとね抜き差しでねすぐに縮れちゃうんですよ。ね、こうやった方がしっかりつくし、さっき言ったのは何かっていうとね、これを上からもう一回収縮、多分こうしないとね抜き差しするときに線に負荷かかっちゃうんで、このやり方でいきます。残り全部ね同じやり方なんでビデオ回さないでちょっともう加工しちゃいます。これね全部端子つけて、ウインカーの方はこうやってね外から収縮チューブでも、カバーしてあります。そんで電球を確認忘れてたんですよ。 LED かな。あ、違うな。これはねこいつですね。曲線がないやつ、どっちでもいいんでねプラスマイナスつないでいきます。でこれは見る限り LED なんだな。外したところで線は分からんか。なんかグラグラするんですよねこいつね。へへへ、どういう配線だ、見ても分からんな。あ、そうそう、これ言い忘れたんですけど、もともとね内側にボディアースするって言ったんですけど、なんせ固定がねいろいろしっかりしてないんで全部ね線太くなっちゃうんですけど、中までね引っ張っていくことにしました。これね電池つけて確認しようと思って仮につないだんですけど、もう見ただけで分かりましたね。緑がねアースになってるんですよ。3本につながってて、で、赤がポジションで青がストップのはずだからつないで、赤がポジションで青がストップ、これがストップ。
あれストップが1個。これがポジション。あ、違う。これがブレーキか。これがブレーキで、こっちがポジション。あれあれあれ青。なんか見えにくいな。ああ線の色が違うのか。まあいいや。とりあえずこの青がポジションでした。今日も実はね、もうあんまり時間がなくって、配線はね次回つなぎます。とりあえずね、このリアキャリアをつけてしまいます。これがないとね、家の中での移動がね、実は案外大変だったんですよ。それで逆じゃん焦るな焦るな。先に固定しないとねダメでした。もう一個ワッシャー入れないとね、袋ナットが底付きっていうのかな、最後まで締めれません。いやいやいや。あら、ここ突き縫っちゃった下気にしたのにね。いや、長すぎるから締めるとねバレちゃうんですよ。もうワッシャーが足りんのか。下は OK ね。これね、なんで突き抜けたのかなと思ったら、このサスが薄いみたいですね。とりあえず分厚いのね2枚かませておきます。これか。ギリギリやな。もう1枚入れとこう。いや、これでね、やっと持ち運び移動がね楽になりますね。よし、こんな感じで、これね、キャリアとテールの間がねこうやって開いちゃったけど、まあまあそんなにおかしくはないんじゃないのかな。こんな感じですね。とりあえず今日はここまでです。それではまた